一番いい状態でできる限りのことはしてあげたいと思って、これ全部使います。2キロぐらいです。身でですね。大事でかくねえか。なんか壁あるやん。以上ですかね。富士山くらい出てやがると2枚が。肉キャベツキャベツは。もうパン粉つけるなら必ずもう食べる当日のみで。あとは生じゃないとですね。店自体は好評で40年です。天さんが2代目に当たるんですか？そうですね。はい。はい。食べれるかな。だいぶジョブズもびっくりですよ。やっぱ集中した時ほど人に触らしたくないと思うし、一人の世界になりたいなと思って、これで気合が入るんですよ。4週を大体朝一でもうすぐ帰って2回目すぐ帰って5回ぐらいですかね。昼で30から40キロぐらい。昔はお米安かったけどですね。高級品ですよね。現時点で倍額払わないかもしれない。一晩漬け込んだお米です。だってすぐは美味しくないから、前の日にある程度残しておめばちょうど美味しい。これオレンジの生パン粉。宝の山っすね。オーダー入ってからね、つけてほいって言うけど間に合いません。当日分は全部当日仕込みなんですか？そうです。次の日のお肉の下準備だけはして、でもパン粉つけるのは必ずもう食べる当日のみで。今結構冷凍は出回ってるけど、やっぱ生じゃないとですね。朝一の準備でとんかつが200枚ですね。店自体は好評で40年です。天さんが継がれたのがちょうど今6年前です。天さんが2代目に当たるんですか？そうです。はい。子供が寺に興味があったりですね、パン粉付けとか小学校の頃させてもらったりとかですね。その影響もあって18で飲食って感じですか？そうですね。まあ勉強できんやったけどですね。身近に飲食が世界にあったけどね。辛いな。取り出し用の酒とみりんのアルコール投資。社長の奥さんがいつも用意してくれるんです。ありがたいことにこれで元気に仕事できます。
気合が入るんですよこれは金曜のメニューなんですよこんな感じで全部割るこんだけ値上がりしてんのにその100円ぐらいしか買えなかったんですか？いや読み不足ですね最初の一発目のね、まあ、言葉は悪いけど値上げラッシュが始まった時にまさかねあそこで止まると思ったからでプラスお米が始まったでしょやりすぎやろって結構正直言って例です。これは人気なので。これで何人前かな。30人前が1日煮込んで一晩寝かし豚と切れ端が出た時とかに牛入れたり、鶏も入ってます。鶏の皮も入ってます。すごい旨味があってすごく美味しいって、もう初めて来てくださったお客様も結構カレーは美味しかったって。あ、入れましたよ。これは今からお弁当を用意してます。いい感じで雪が飛びましたね。今日は30ですけど、多い時は45とか。このメニューの並サイズだったらこれでもちょっと絡みがまあこれ泡が大きいでしょ火が通るとこれが小さくなる火が通ると油が抜けるからこれがスッと軽くなる揚げて余熱でとどめを刺すのが一番ステーキとしてお肉よりやっぱり柔らかくなるオレンジパン粉を使ってるからやっぱり色がいいんですよねはーい。表の看板って、あれ昔からなんですか？いや、これは僕がデザインしてます。変なことは全部自分で決めたかったんです。すごいいいですよね。ありますでしょ。一番左奥の壁の絵も僕が買いのペンギン屋さんに依頼してからクロス作ってますけど、技法は今回うちだけ最初はあれを天井一面にしようと思ったんですいくらあっても足らんと思ってやめたやめたやめたお弁当って最初からやってたんですか？いや、去年ぐらいちょっとでもね、足しになればな、まあ、ありがたいものにちょいちょい買ってくれるけどお弁当のこだわりってあるんですか？やっぱ全部手作りかな冷凍は使いたくないんでですねじゃあもうあえてこの時間11時から12時の間でも買ってもらってあったかい状態で出せるようにもうご飯が冷たいの当たり前みたいな状態で自分が食べるの好きやけどそれだけは嫌やなとせっかく食べてもらうからには一番いい状態でできる限りのことはしてあげたいからいらっしゃいませ。相手のお席どうぞ。はいはい、以上ですね。どうぞ。
願いします。お待たせいたしました。おかわりですね。ご飯別になってます。よく来られるんですか？やっぱカツは美味しいんですか？美味しいですよ。やっぱ美味しくない方のやつですよ。まだ12時前なのにもうパンパンですね。チャーハンもよく出ますね。やっぱあれ相場いいですね、とんかつと。波湾でいらっしゃいませ。くらいましたね。もう一個の波。揚げるのは基本店さんが一人でやられるんですか？揚げて焼いて。大丈夫です。ご飯は中盛りなんですけど、これが普通に日替わりで。コクって書いてあったやつがちょっと気になったので、結構量ありますね。すごい量あるので食べれるかなと思うぐらい。30年通ってる。この違うところにも店があるんですよ。あ、博多の方ですね。博多の店に通ってて、まあ、安くてうまいっていうのがあったのと、ここのお母さんがすごくいい人で、もう僕来たらメニュー頼まなくても出てきてたんでもう通ってる感じですね。チャーハンのお味はいかがですか？美味しいです。なんていうんですか、優しい味。油も少なく。大丈夫ですか？ありますか？大丈夫でした。いや、もうきついです。暑い今日は。ジャンバーいらんもんこれ。シャツでいいわ。お母様にすごいよくしていただいてて、もう何十年も通ってるってお客様がいらっしゃって。ちょうどまあおふくろと親父で始めた店やけんですね。昼の休み時間以外はもう厨房にずっと立たれてるんですよ。です。やるしかない。はい。失礼いたします。カツ丼の中サイズです。カツ丼の特大です。なるほど。はい。どうぞ。
深すぎる。金魚鉢ぐらい深い。魅力ってどこだと思います？いただきますみたいなとこ。量。確かに。あとめちゃくちゃ安いです。あれでかいっす。 iPhone と比べたらこれすごい。スティーブ・ジョブズもびっくりっすよ。今どんの大頼んだお客さんにインタビューしてきたんですか？実はですね。えってなって。金魚鉢かと思った。まあカツカレーですね。カレーは 600g ちょっと多めに頼んでます。1回目すごい美味しかった。2回目もよろうっていうので、はい、すごい寄りやすいし、で駐車場もあるのででかいので自分の配達としかやってるので。もうちょっといけそうですね。と思いますけど、から8分。あれを出すとんかつ大将さんもすごいと思うんですけど、お客さんもすごいですね。ですね。でも800とかも食べる人やっぱ化け物店には化け物のお客さんがいる。りよく言われてますね。ですね。はい、どうもありがとうございます。それも行く。これ全部使います。はい、スーパージャン。やばいっすね。これはドレッシング。これはモンゴルの塩。普通の塩とどう違うんですか？こっちの方がまろやかで全然美味しいです。女性でもいますよ。週に1回来る。最近月に1回2回になったけど、あれ食べてお餅帰るし2キロぐらいです。身でですね。ランチ終わってあとは夕方からです。そのモチベーションどっから来るんですか？やっぱ自分で作る以上はですね、まあ、限られた予算内で一番いい状態で出したいと思うから、もう作るのは面倒くさいと思い出したらもう終わりの時かなと思います。やっぱ集中した時ほど、ね、人に触らしたくないと思うし、もう一人の世界になりたいなと思うけど、やっぱ肉もやっぱ当たり外れがあるから切り寄って「うわこの肉うまかろうね」となった時はね、もう一番いい状態で出したいな。止めて子供たちが全員巣立っていくまでは、まだ下が小学校なんでですね、まだまだ頑張らない。子供は5人いるんで。これは全部本田さんデザインなんですか？そうですよ。僕は個人的には側面の方が好きなんですけど、商品の写真を看板にする。お、そうでしたっけ？これは個人的に気に入ってます。意外にやっぱ知られてそうで知られてないっていうのはやっぱ今まで気になって初めて来たとか、意外にその辺に根付いてるかなと。
大事でかくねえかでかくない結構幸せなんか壁あるやんキャベツの壁あるやんジャンボです。ご飯失礼します。以上ですかね。はい、どうぞ。スーパージャンボ完食やもんな。ウーバーさんこれの文句当時は調子が良かったのいいですけどすごかったです。もう余裕で食べ終わりそうですね。これは余裕でしょ。全然余裕です。全然余裕ですね。あと一杯ぐらい。3ヶ月に1回ぐらいかな。うちの2人が初めてで、こんなもの食べてみたいって。水の魅力、やっぱとんかつの量やね、大きさ。自分との戦いや。もう食べ終わりそうですね。肉肉キャベツ肉肉キャベツご飯肉肉キャベツキャベツご飯味噌汁だ。はい。粉みご飯が肉肉キャベツご飯、肉肉キャベツご飯。今ちなみに腹何分ぐらいですか。カツ丼小碗10碗です。11ぐらいおき方です内容量的には結構入ってきてるんで、あ、来てます。意外とめっちゃリアルな絵が撮れてます化け物みたいな先輩に囲まれるのも考えもんですね。化け物界ですねはい、いらっしゃいました。日本人が来るとこじゃなかったかもしれないですね何も考えられなくなってくるんですよちょっといけるやろうと思ってたんですよね富士山ぐらい出てやがると2枚が何サイズですね。こちらですね。こんなに食べてるのに。ちょうどいいです。一食もありますよ、ね、一食戦いよ。俺は戦ってるって感じのね。麺抜きで食いたい。うわ、いった。一口がどんどんちっちゃくなっていける理論上あと2口で終わるはずなのに。噛んでも噛んでも飲み込める気がしないんですよねとんかつとキャベツの組み合わせなんでかってそこですけキャベツが油を吸い込んで胸焼け予防になるんですこれレタスだと何にも役目立たんだからキャベツととんかつの組み合わせはそうだったんですだけ先にキャベツを一気に入れてしまうので肉肉肉ご飯肉肉肉ご飯途中で味噌汁を飲むでまた肉肉ご飯おしゃべり一切なしそしたら20分食べてしまうラスト一口うん。ありがとうございます。来てもらえるうちが花
やってて嬉しい瞬間とかってあります？まさにさっきみたいな洗い物に行って綺麗に食べてもらった時が一番、その瞬間が一番じゃないかな。全部食べてくれとうなと思ってやりがいが一番感じる時。